7月3日、今日は午前中ずっとホテルで寝ていました。朝はゼリーしか食べられませんでした。でもお昼になったら熱が下がって少し楽になりました。だけど外に行く元気はありませんでした。だから僕はホテルの中をブラブラしました。すると廊下に自動販売機がありました。いろんな日本の飲み物が売っていました。どうやって使うんだろう。自動販売機の前であちこち見ながら立ち止まっていると、近くを歩いていた家族が「どうしましたか？」と声をかけてくれました。僕は突然の日本語にドキドキしながら、これはどうやって買いますか？と尋ねました。すると家族と一緒にいた小さな女の子が、これはね、この穴にお金を入れるんだよ。と元気な声で教えてくれました。ここ？うん、そうだよ。ここにお金を入れてボタンを押すとジュースが出てくるよ。あ、ほんとだ。出てきた。ありがとう。えへへ、どういたしまして。私もそのジュース好きだよ。そうなんだ。僕は初めて飲みます。そう言うと女の子は目を丸くして、そして笑いました。きっとおいしすぎてびっくりするよ。じゃあね。僕が買ったジュースのパッケージにはフルーツオレと書いてありました。飲んでみるといろんなフルーツの混ざった味がしました。僕はこの先このジュースを飲むたびにあの女の子を思い出すんだろうなと思いました。そしてとても幸せな気持ちになりました。夕方になるとデイビッドとトモキが部屋に来てくれました。彼らの後ろにはトモキのお母さんがいました。僕のためにおかゆを作って持ってきてくれました。僕はおかゆが何かわかりませんでした。トモキが英語で
日本人は風邪をひいたり体調が悪い時におかゆを食べるよと教えてくれました。おかゆはとても柔らかいお米でした。リゾットみたいな見た目でした。でもチーズは入っていません。その代わり卵やネギが入っていました。僕はネギが苦手だけど思い切って食べてみました。おいしい。初めての味だったけれど温かくてとてもおいしかった。日本のお母さんの優しさを感じました。お出汁がおいしいでしょと、ともきのお母さんが言いました。僕はお出汁と聞き返しました。ともきが出汁は魚や昆布から取れるうまみだよと教えてくれました。よくわからなかったけれど僕はおかゆがとても気に入りました。じゃあさ、今度マイケルがアメリカに帰る前にみんなでおいしいだし巻き卵のあるお店に行こうよとともきが提案しました。デイビッドもいいねと喜んでいました。僕はだし巻き卵ってなんだろうと心の中で思いました。まずは早く元気にならなくっちゃね。いかがでしたか？今回は特にいろんな人との会話が多い回でしたね。皆さんのリアルな日本語の学習の参考になったら嬉しいです。それではまた次回のお話でお会いしましょう。